この家は自分で設計をした事務所兼自宅です。妻と2人で住んでいて、1階を自分の事務所として使っています。建物は7枚の床を少しずつずらして積みながら作っていて、それぞれの床に居場所を設計したり、窓を入れて光が入ってくるように設計をしてます。2人ともコンクリートが好きだったので、とにかくまずコンクリートで建てようっていうのがありました。で、あとは本をたくさん持ってたので、その本が全部しまえる、収蔵できること。お互いよく喋るので、どこにいてもお互いの声が聞こえて、相手が何をしてるかなんとなく感じられるような、そんな空間の家がいいなと思って設計をしてました。この家は東京の比較的一般的な住宅街になります。駅からも近くて、大きな公園や踏切も近くて、ちょっと行くと静かな住宅地の中に建ってます。この家はコンクリートの四角い箱で、大きな壁と大きな窓の家になってます。建築面積が31平米、延べ床が59平米です。1階が玄関と収納と、あとキッチンがあります。2階がリビングと寝室、あとはトイレとお風呂になってます。This episode is brought to you by Odoo. Odoo is an all-in-one management software to start and run your very own business. With the e-commerce app, you can create and manage an online store for your products. In 4 quick steps, Odoo uses the power of AI to create a personalized page just for you. Once your page is set up, it's easy to add your products. Just fill in the details, add images, a short description, and your product is ready. Odoo lets you customize other parts of your store by simply dragging and dropping elements. It even has ChatGPT to help you write copy. The first app is free forever, with unlimited hosting and support. It also includes a free custom domain for the first year. Start now at odoo.com. ドアは高さが 1.8 メートル、幅が 2.5 メートルの大きな鉄の扉で引き戸になっています。外から見ると扉なのかよくわからないような作りになっています。2.5 メートルのドアは全開にすることができて、全部開けると大きく街とつながるような空間になるように設計しています。玄関の床の下がったところには大きな靴脱ぎ石を置いてます。本厚石という石です。コンクリートの壁にあるピーコンは一般的には埋めてしまうんですけど、フックをつけたり帽子をかけたりできるように穴は埋めないで残してあります。1階は部分的に床が上がっている場所を作っていて、その下に扉をつけて靴箱にしています。ドアはキッチンやトイレの壁と同じ木で作ってます。僕は毎日この1階の事務所で仕事をしていて、仕事で使うとはいえ、好きな本とか、あとは植物に囲まれて、で一日中変わった角度で光が入ってくるので、すごく快適でいい仕事の場所になっています。梁がベンチになっていて、お客さんが来た時とかはそこに座布団を置いて座ってもらって打ち合わせをしたりしてます。上につけている照明は、好きな作家さんのものだったりとか、クライアントさんに見てもらう用のサンプルとして下げて使ってます。
オフィスの後ろは床下の収納になっていて、よく使わないものとか、服とかがしまってあります。幅が 4.5 メーターの奥行きが 1.6 メーターぐらいで、ウォークインクローゼットみたいになってます。安い安価な木の板を使ってます。玄関の隣は上の階に上がるステップの1段目になっていて、本をそこで読んだりとか、IKEA で前使ってたタオル掛けに杉材を乗せて今進んでいるプロジェクトの模型を飾ったりとかしています。本棚は一番下から高いところまででだいたい6メーターぐらいの壁一面の本棚になってます。昔から本は好きでたくさん持ってたんですけど、すごく量が増えたのはこの設計の仕事を始めてからですね。だからもう20年ぐらいになりますかね。1階が仕事で使う建築の本で、2階は漫画とか小説とか、その仕事じゃなくてもう少しそのプライベートな本とかが上の方にあります。事務所から上に上がる階段はコンクリートで作っています。重いコンクリートが軽やかに見えるように形をちょっと工夫していて、先端がすごく細い、三角形みたいな形をしています。キッチンが1階と2階のちょうど中間の位置にあります。2階がリビングダイニングで、1階が事務所なので、どちらにも料理とか飲み物を運びやすいようにちょうど設けてます。キッチンは長さが 3.3 メーターぐらいと、このコンパクトな家にはかなり大きなサイズになってるんですけど、吊り戸棚に扉をつけないとか、天板を継ぎ目なく薄く作ることで軽やかに開放的になるように計画をしています。キッチンの前には小さな窓を設けていて、空間の一番奥の場所にあって少し暗くなりそうだったので、ちっちゃな窓を設けてます。キッチンのコンロの前は天板と同じステンレスの板を張ってます。後ろには階段が家具のように置いてあって、この階段もキッチンの一部パントリーのように使ったりとか、一部ちょっと座れるように作っていて、作業の途中でちょっと休んだりとかできるように作ってます。2階がリビングダイニングになってます。このリビングダイニングがこの家で一番大きな空間になっていて、天井の高さが5メートルぐらいあります。コンパクトな家なんで、視線が上がっちゃうと空間が狭く感じちゃうんですよね。だから床に座ってとか、いろんな座ったり腰掛ける場所があるんで、思い思いの場所に座って過ごすっていう感じで作ってます。ベッドはなかなかこのスペースに置けるちょうどいいものがなかったので、これも全部自分でデザインして作ってます。休みの日とかは妻はだいたいここの上をソファーみたいにしてここで本読んだりしてます。そのベッドが置いてあるところは西向きなんですけど、大きな開口部があってすごく日が当たる場所なので、そこにたくさん植物を置いてます。ベッドの前には本棚を延長してベッドボードをつけていて、本棚というよりはちょっと収納っぽくなってます。リビングからもう一段上がる階段もスチールで作りをしてます。で、上がった先にはトイレとお風呂があって、配管スペースをすべて奥の壁にまとめることで家の中がすっきりするように計画をしています。部室には乾燥機があります。小さい家なのでコンパクトでデザインのしっかりしているものを買って置いてあります。
で逆にお風呂とかはもう全然気にならない、お互い気にならないので、もうガラス張りにしてて、ちょっと見えたくない時だけカーテンたまにしたりみたいな使い方になってます。一番上のフロアには手すりを兼ねたスチールのバーがあってなってるんですけど、普段はここで洗濯したものを干したりしてます。寝室の上ははしごをつけて上がれるようになっていて、上が屋上になってます。屋上からは夏場とかは花火大会の花火が見えたりします。小さい建築だからこそ、その小ささを逆手にとって大きな軌跡や視線の抜けようを作ったり、いろんな居場所を作ることで小さいことを感じさせない豊かな作り方ができるんじゃないかなと思います。Dive deeper into this extraordinary home and the wonderful contradiction that is Japanese design culture in issue 3 of the Never Too Small magazine. Get your copy now at nevertoosmall.com.